私の専門は手話言語学です。慶應義塾大学経済学部英語部会教授の松岡和美です。皆さんは手話と聞くとどのようなイメージを持たれるでしょうか。私が研究している手話は音声言語とは直接関係なく、ろう者のコミュニティで自然に生まれて発展した手話言語です。手話は世界共通ではありません。言語学者もよく参考にするエスノローグというウェブサイトによると、存在がはっきり確認されている手話言語は159です。手話が世界共通なら便利なのにという意見も見かけますが、音声言語だって世界共通だったら便利じゃないんでしょうか。誰かが作ったのではなく、コミュニティで自然に発生した言語だから共通でないのは当たり前なのです。手話はろう者の言語です。聴者の感覚で研究を進めてしまっては見えてこないことがたくさんあります。ろう者の研究仲間からは重要な言語データについて、またろう者の文化についてもたくさんのことを学んでいます。ろう者と聴者の共同から生まれた研究成果を簡単にご紹介します。一つ目は日本手話の口の動きの研究です。高い、安い、大きい、小さいなど反対の意味を持つ形容詞のペアを考えてみましょう。ものすごく高い、ものすごく安いと強調する際には、形容詞の表現と一緒に決まった口の動き、ほうまたはへーが現れます。動画で確認してみましょう。これらの口の動きは形容詞の意味的な性質に応じて決まります。どの形容詞のペアでも観察できるのではなく、高い、ちょっと高い、どちらでもない、ちょっと安い、安いというように意味に段階がある形容詞のペアで見られます。このように手話には文法的な性質に応じて決まる表現があり、それらが手や指で表されるとも限りません。つまり手話は手だけで表す言語ではないのです。2つ目は認識モダリティの手話表現の研究です。何々かも、何々に決まっている、何々するようだというような出来事や状況についての話者の捉え方を表す表現です。これから見ていただく動画では、来るという動詞との組み合わせで3つの認識モダリティ表現が示されています。来るかもしれない、来るに決まっている、来るようだという意味です。モダリティ表現は話者が心の中で思うことを表しますので、日本手話でそれを調べたいなら、ろう者によるろう者の感覚を生かした調査が必要です。そこで私たちはろう者と聴者が入った研究グループを編成し、10年以上かけて研究を行いました。日本手話では他の国の手話よりもずっと多くの認識モダリティ表現が見つかったことも、海外の研究者の注目を集めたポイントです。研究成果は学会発表や論文、また国内外の研究者や一般読者向けの書籍でも発信しています。人間の言語に興味を持つものとして純粋に面白いと感じるからやっています。言語学は音声言語の観察から発展した学問分野ですが、手話言語の存在は人間の言語の仕組みが
音声ありきではないということを教えてくれます。ろう者の仲間と一緒に言語の森に分け入る楽しさを日々感じています。